19世紀、世界が革命と産業で揺れる中、イギリスは日が沈まぬ帝国として歴史の主軸を走っていた。その頂点に君臨し、64年にわたる治世を誇ったのがビクトリア女王である。彼女の名は一時代を象徴するビクトリア朝として刻まれ、文化、政治、家庭観、道徳観に至るまで、社会のあらゆる側面に影響を与えた。だが、その治世は単なる繁栄の記録にとどまらない。女王の存在が国家制度といかに結びつき、そして帝国の矛盾とどう向き合っていたのか。一人の君主の軌跡をたどることで、近代国家の成立とその光と影が浮かび上がるだろう。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、少女の戴冠。1837年、18歳での即位。1837年6月20日、イギリス国王ウィリアム4世の崩御により、その姪であるアレクサンドリナ・ビクトリアが18歳でイングランドの王位を継承した。ロンドン郊外のケンジントン宮殿にて目覚めたばかりの彼女は、国王の死とともに女王陛下となったことを知らされた。若き女王の登場は、当時のイギリス社会に大きな象徴的転換をもたらした。この戴冠は単なる君主の交代ではなかった。先代ウィリアム4世の治世下で王権はすでに議会政治へと大きく譲歩しており、名目上の君主制に近づきつつあった。したがってビクトリアの即位は立憲君主制の時代の象徴的な幕開けともみなされている。事実、彼女の即位によってイギリス王権は神聖不可侵な統治権から道徳的模範と国民統合の象徴へと質的に転化し始める。その背景には19世紀初頭の政治改革がある。1832年の第1回選挙法改正により、地主階級に偏っていた選挙制度は徐々に中産階級へと開かれ、議会の性格が大きく変わっていた。国王の政治的発言力は次第にそがれ、首相と議会多数派の主導に基づく内閣政治が定着しつつあった。こうした環境の中で即位したビクトリアは、政治に強く関与する伝統的君主像を持ち合わせておらず、新しい非政治的君主の模索が始まることとなる。一方、彼女の即位は諸外国にも静かな関心を呼んだ。ヨーロッパではナポレオン戦争後の保守秩序が動揺を始め、若い女性が英王位に就いたことは王政の柔軟性を象徴する事例として注目された。特にドイツ諸法では、後の夫アルバートの存在も相まって、英国との婚姻外交の可能性が意識されていた。国内では当初から女王の人気は高かった。民衆は若き王女にロマンティックな期待を寄せ、彼女のつつましさや真面目な人柄は家庭的な王室像として広く受け入れられた。新聞や風刺画では、過去の浪費的な王族像と対照的に、誠実な生活態度が強調され、民衆感情を味方につけることに成功していた。この即位に際しての制度上の転換点として特筆すべきは、サリカ法の回避である。これは、男性継承者を優先する大陸的慣習であるが、イギリスでは女性にも王位継承権が認められていた。ビクトリアの即位により、ハノーバー王国、当時は同君連合では継承権が男性に限られていたため、イギリスとハノーバーの同君連合はここで終焉を迎えることとなる。政治家や宮廷内でもビクトリアへの評価は割れていた。改革派のホイッグ党にとっては新時代の象徴であり、教育された若い王女は理想的な立憲君主とみなされた。一方で保守派のトーリー党からは、経験不足の少女が王位に就くことへの不安が語られていた。特に当時の女王の教育が家庭中心であり、政治理論への理解が浅いことは懸念の種となっていた。現代の歴史学では、この即位は王権の象徴的機能の再定義における起点として評価されている。すなわち、ビクトリア女王は政治的リーダーではなく、道徳的中立者として君主の再位置づけを進め、その後の王室制度の進化に大きく貢献したとされる。また、ジェンダーの観点からも、女性である彼女が社会的権威の象徴となったことは、近代英国社会における女性像の再構築に資する素材として重要視されている。第2章、アルバートとの結婚と君主の再定義。1840年2月10日、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿で、
ビクトリア女王は重慶にあたるザクセン・コーブルク号太公使アルバートと結婚した。この婚姻は単なる王室儀礼ではなく、19世紀イギリス王室の位置づけ、君主制の役割、さらには家庭像の模範を再構築する出発点となった。若き女王が自らの意思で選び抜いた伴侶との共同生活は、王室の近代化に新たな視点をもたらすことになる。アルバートは当初は国民から外国人、ドイツ人王輩として距離を置かれていたが、やがてその知性と倫理観が高く評価されるようになった。彼は政治的野心を表に出すことなく、家庭教育や芸術、産業振興に尽力した人物である。ビクトリアにとっても統治における実務的精神的な支えとなり、王室内において私的助言者として重要な役割を果たしていく。実際、女王はアルバートの意見を深く信頼し、国家事務に関する相談を日常的に言っていた。この結婚の背景には、ヨーロッパ諸国における王室間の婚姻政策がある。イギリスにとってドイツ諸法との良好な関係は、欧州大陸での勢力均衡に資する外交手段でもあった。ザクセン・コーブルク家はすでにベルギー王室とつながっており、この縁組はイギリス外交の安定装置としても機能した。一方、フランスではこの結婚がプロテスタント的家系との結びつきとみなされ、カトリック保守派の懸念を引き起こしたという記録もある。当時のイギリス民衆にとって、王室の私生活は政治の象徴的側面として強い関心の対象であった。アルバートとビクトリアの夫婦生活は、理想的な中産階級的家族像の投影先として語られた。夫が誠実で教養に満ち、妻が信頼し尊敬する。その姿は、19世紀的家庭道徳の模範として広く受容された。王室がその家庭的側面を前面に出すことで、君主制の道徳的正当性を再強化し、国民との距離を縮める戦略が進んでいった。制度面では、王輩であるアルバートには正式な国王称号は与えられなかった。イギリスの憲政下では、国王の地位と権限は議会によって厳格に定義されており、王輩の存在は法的に曖昧なものであった。彼はプリンスコンソート、王妃殿下という称号を与えられ、政治的には中立を求められたが、その範囲内で宮廷改革や文化政策に大きな影響を及ぼしていく。政界におけるアルバートの存在は微妙なバランスの上にあった。保守派の中には、王室における外国人の影響力を懸念する声も根強く、また女王が政治的に過剰に影響を受けるのではないかという警戒感もあった。一方、自由主義的な知識人層からは、彼の博覧会推進や大学改革への関与が高く評価され、王室が進歩的文化の保護者としての役割を持つきっかけともなった。現代において、この王妃アルバートの存在は象徴君主制の成熟化における転換点として理解されている。彼のつつましくも影響力ある行動は、王室が政治から距離を保ちながらも社会的倫理や文化的価値の中核となる可能性を示した。また、ビクトリアとの対等で深い信頼関係に基づく結婚生活は、王権の新しい在り方、権威と親しみの同居を実現する礎となったと再評価されている。第3章、大英帝国の拡張と植民地支配の進展。ビクトリア女王の治世は、大英帝国がかつてない規模で拡大した時代と重なっている。この間、イギリスはアジア、アフリカ、太平洋諸島に至るまで多くの地域を植民地化し、日が沈まぬ帝国という言葉が現実のものとなった。女王自身は統治に直接関与する立場にはなかったが、その名の下で進められた帝国政策は、道徳的正当性を帯びながら、領土拡張と資本主義的支配を強化していった。背景には、産業革命によって生まれた経済的な膨張圧力がある。イギリスは生産過剰となった商品を裁く市場と、原料を確保する供給地の確保を必要としていた。鉄道、蒸気船、電信といった新技術は遠隔地支配を可能にし、植民地統治の実効性を大きく高めた。こうして、商業と軍事、通信と宗教布教が一体となって帝国主義の体系が整備されていく。ビクトリア治世下の主な植民地拡大としては、インドの完全支配、1858年以降、アフリカ分割における積極関与、カナダ自治領下、
1867年、オーストラリアやニュージーランドの植民地形成、そして清朝中国に対する一連の不平等条約が挙げられる。これらの動きはヨーロッパ列強間の帝国競争とも密接に結びついており、フランス、ドイツ、ロシアとの影響権争いが随所で展開された。とりわけ注目すべきはインドとの関係である。1857年のセポイの乱を機に東インド会社の支配が廃止され、イギリス本国政府が直接統治を開始する。この時ビクトリア女王は名目上インド臣民の保護者として振る舞い、インド皇帝の称号を1876年に授けられる。その即位演説では宗教と文化の自由を尊重することが宣言されたが、実際には植民地統治の正当化装置として利用されたとする批判も根強い。国内では帝国主義は当初から賛否を分けていた。進歩主義者や宗教団体は異文化圏への文明の恩恵の伝播として支持を表明する一方、急進的自由主義者や労働者団体からは資本家による略奪行為、道徳的欺瞞との声が上がっていた。新聞や学校教育では大英帝国の誇りが強調され、ビクトリア女王はその道徳的化身として描かれた。制度的には植民地省やインド省を通じて帝国統治が体系化されていく。現地総督や副王が女王の名のもとに統治を行い、慣習法の調整と英法の導入が段階的に進められた。ただし法制度の近代化はしばしば支配の道具として用いられ、現地住民にとっては抑圧的な側面も強かった。関係諸国との緊張もまた帝国拡大と切り離せない。特に19世紀末には新帝国主義と呼ばれる動きが強まり、イギリスとドイツ、フランス、ロシアの植民地獲得競争が激化。アフリカではベルリン会議を機に分割が進み、軍事衝突の種もまかれた。帝国政策の展開はそのまま第一次世界大戦への伏線となっていく。現代の歴史学ではこの帝国拡張を経済的欲望と道徳的表彰の二重性として捉える傾向が強い。すなわち女王の人格的意向を盾に拡大された支配構造は、文明化の使命という理念の名のもとに資源収奪と民族抑圧を正当化する構造を内包していた。ビクトリアの名は栄光と同時に植民地主義の倫理的限界を象徴する存在として再解釈されている。第4章、クリミア戦争と国家の軍事的自覚。1853年から1856年にかけて行われたクリミア戦争はビクトリア女王の治世における最初の大規模戦争であり、帝国の軍事的現実と制度的脆弱性を浮き彫りにした転換点であった。この戦争はオスマン帝国領土をめぐるロシアと欧州列強の争いに端を発し、イギリスはフランスと共にオスマン帝国を支援する側に立って参戦した。表面的には東方問題の一環として語られるこの戦争は、実際にはイギリスにとって帝国の安全保障と地中海への影響力をめぐる防衛戦争だった。開戦に至る背景にはロシアの南下政策に対する強い警戒心がある。ロシアが黒海を経て地中海への出口を確保すれば、インド航路やスエズ伊東の権益が脅かされるとの認識がイギリスの戦略的思考に深く根付いていた。当時のパーマストン首相らは勢力均衡を外交原理としており、ロシアの台頭は英仏協調による封じ込めを必要としたのである。戦争そのものはセバストポリ包囲戦に象徴されるように、補給の欠如と医療体制の未整備によって多くの犠牲者を出す結果となった。実に戦死者の半数以上が戦闘ではなく病死であったという事実は、当時の軍事制度と公衆衛生の未発達ぶりを如実に物語っている。とりわけナイチンゲールによる看護改革は、この戦争から生まれた社会的反省の象徴でもあった。ビクトリア女王は戦争中たびたび兵士への感謝と慰問の書簡を送り、戦死者遺族に私的に援助を行った。この行動は国母としてのイメージを醸成する上で大きく作用し、王室が単なる政治象徴にとどまらず、国民との情緒的連帯を構築する存在であることを示した。また、女王自ら戦地負傷兵を訪ね、ビクトリア十字章を創設して軍功を称えるなど、軍事的名誉体系にも新たな文化的文脈が加えられた。国内世論は開戦当初こそ戦意に満ちていたが、
戦局の膠着と報道による実態の露呈により、次第に厭戦感情が広がった。タイムズ紙などが前線の悲惨さを詳細に報道したことで、従来の栄光ある戦争観が揺らぎ、軍事指導部や政府の対応への批判が高まった。これを機に、報道の自由と世論の力が戦争政策に影響を及ぼすという、新しい政治文化が形成されていく。制度的にも、クリミア戦争は大きな衝撃を残した。補給、医療、通信、司令系統の各分野において抜本的な軍政改革の必要性が痛感され、戦後には陸軍省と軍医制度の再編が進められる。また、この戦争を契機に軍事予算の管理と議会の監視体制も強化され、立憲体制の中で軍事がどうあるべきかという議論が本格化していく。他国にとっても、イギリスの戦争遂行能力には注目が集まった。フランスはナポレオン3世の下で同盟を維持したが、両国の戦力差と戦争指導体制の違いは顕著であり、後の不仏戦争における軍政近代化のヒントとされた。ロシアにとっては敗戦とともに国家改革、アレクサンドル2世の改革を促す圧力ともなった。現代においてクリミア戦争は単なる地域紛争ではなく、戦争報道の時代の幕開けとして再評価されている。戦地の実態が国内に即座に伝えられる構造は、ビクトリア期の政治文化を決定づけ、国王、軍、国民の関係性に根本的な変化をもたらした。ビクトリア女王はこの過程で感情を持つ君主の役割を果たし、王室の社会的役割を拡張する基礎を築いていたのである。第5章、インド皇帝就任と帝国理念の象徴化。1876年、ビクトリア女王は正式にインド皇帝の称号を授けられた。これは単なる儀礼的な称号にとどまらず、19世紀後半におけるイギリス帝国の自己定義と君主制の象徴機能の再構築に深く関与する活気であった。この称号の創設は、イギリスがアジアにおいて政治的支配だけでなく、文化的精神的権威をも自認する転換点として位置づけられる。この背景には、1857年のインド大反乱、セポイの乱を経て、東インド会社による間接統治が終了し、イギリス政府による直接統治が始まったという構造的変化がある。1858年以降、インドはインド総督を通じて、ロンドンのインド省により管理されるようになったが、名目上の支配者としての君主の立場は曖昧だった。それを制度的に補完し、帝国支配の象徴性を明確にしたのが皇帝という称号である。この称号は、保守党のベンジャミン・ディズレーリ首相の発案によるものだった。彼はビクトリア女王に対して、単なるクイーンではなく、世界規模の帝国の象徴としての権威を付与すべきと進言した。これによりイギリスの支配構造は、ヨーロッパ的な王国から、ユーラシア規模の皇帝的支配形態へと変貌を遂げた。女王もまた、自身の母系であるドイツの帝政伝統に馴染みがあり、エンプレスという称号に深い誇りと意味を見出していたという。一方、インド側におけるこの象徴の受け止め方は複雑だった。ムガル帝国の正式な解体とイギリスによる皇帝の称号の簒奪は、イスラム系支配層にとっては屈辱の象徴でもあり、またヒンドゥー社会においても異教徒の女王が宗教的な上位概念に立つことへの葛藤があった。にもかかわらず、この称号は強力なプロパガンダとして機能し、宮廷儀礼や勲章制度、記念式典を通じて大英帝国とその支配の正当性が国内外に印象づけられていく。世論の反応も一枚岩ではなかった。ビクトリア女王の人気そのものは依然として高かったが、国内の急進派や反帝国主義的な知識人からは、古典的共和主義への逆行や専制主義の象徴への変質として批判された。新聞各紙も称号制定に対し賛否両論を展開し、帝国主義と君主制の結びつきが倫理的な論争の対象となっていく。制度面では、女王の皇帝就任を受けて、皇帝礼拝式典が制定され、1877年、1903年、1911年の3度にわたりデリーで盛大に開催された。これらの式典ではイギリスの君主が世界の支配者として位置づけられ、現地の王侯貴族たちは儀礼的忠誠を示す形式で列席した。
この儀式はイギリス流の封建秩序と植民地支配の結合を象徴し、君臨すれども統治せずの原則のもと、象徴としての王権が再定義される機会となった。関係諸国、とりわけロシアと中国にとって、イギリス君主がインド皇帝を名乗ることは、南アジアにおける英の覇権を公然と表明する政治的宣言と受け取られた。特にグレートゲームと呼ばれる英ロの勢力争いにおいて、インドは地政学的要衝であり、皇帝称号の導入はこの競争における優位性のアピールでもあった。現代において、インド皇帝称号は帝国主義のピークとその正当化装置として解釈されることが多い。女王ビクトリアの治世が帝国の道徳的化をとして機能していたこと、また彼女自身が儀礼と称号の意味に深く関心を持っていたことから、王権の脱政治化と象徴の政治利用という二重性が再評価されている。ビクトリアの名が刻まれたこの称号は、帝国支配の複雑さとその文化的装飾性を語る鍵の一つとして、歴史学において重要な論点となっている。第6章、皇太子エドワードとの関係と王室の私生活。ビクトリア女王の家庭生活における最大の試練の一つは、長男エドワード、後のエドワード7世との関係であった。エドワードは1841年に誕生し、プリンス・オブ・ウェールズとして早くから王位継承者としての教育を受けたが、その気質と行動は母ビクトリアの望む理想像からは大きくそれていた。厳格で道徳的規律を重んじる母に対し、エドワードは享楽的で社交的、自由な性格を示し続けたのである。この関係の根底には、家庭教育におけるアルバート王杯の影響があった。アルバートは息子に対して極めて高い期待を抱き、厳格な教育カリキュラムを課していた。ケンブリッジ大学とオックスフォード大学での教育を通じて、知性と品位を備えた未来の国王を育てようとしたが、エドワードはこれに反発し、軍人としての実地経験や社交界への傾倒を深めていった。決定的な亀裂は1861年、エドワードの不貧困、愛人との密会がスキャンダルとして報道された事件を機に深まる。ビクトリア女王はこれに激怒し、道徳的な失望をあらわにした。さらに同年末にアルバートが死去すると、女王はその原因の一端がエドワードの行動にあると考え、長期にわたり息子を冷遇することとなる。以後ビクトリアは喪に服し、王室行事への露出を極端に減らし、隠遁の女王とも呼ばれる時期に入る。この時期、女王はウィンザーやバルモラル城にこもり、政府との関わりすら最小限にとどめた。こうした私的悲劇が国家機能にまで影響を及ぼしたことは、立憲君主制における象徴の存在としての限界と課題を露呈させた。民衆の中には王室の沈黙に苛立ちを覚える声もあり、新聞や風刺画では国民の母としての不在を揶揄する風潮が強まった。制度的にもこの親子関係は王位継承と王室の公的役割に不透明さをもたらしていた。ビクトリアはエドワードに対して公的職務を委ねることに消極的であり、王室の交代準備が長期にわたり停滞することになる。これにより、君主の高齢化と継承の遅延が社会的議論となり、次代の王の準備と教育の在り方が問題視されるようになった。一方、エドワード自身は外交儀礼の面で一定の評価を受けていた。ヨーロッパ諸国との親交を深め、特にフランスとの関係改善に尽力したことは、後の英仏協商への布石ともなった。また、社交的な性格が民間貴族や新興富裕層に支持され、王室が閉ざされた貴族空間から国民的象徴へと変容する契機を作ることになる。母と息子の評価は、生前は対照的であった。ビクトリアは道徳と家族の化身として、エドワードは享楽と浪費の象徴として認識された。しかし、現代史家の再解釈によれば、エドワードの社交性と政治的柔軟性は、20世紀王室の開かれたスタイルの先駆であり、むしろ時代の変化を敏感に先取りしていたとされる。この親子関係を通じて見えてくるのは、王室という制度が、私的な家族空間と公的な国家象徴との狭間で揺れ動く構造である。ビクトリアの家庭観がそのまま王政の理想像として投影されていた一方で、エドワードのような自由な生き方は、王室の脱神聖化と民主化の兆しでもあった。王権とは何か、その正当性の基盤は血統なのか、倫理なのか、
この問いが王室内の親子関係という最も私的な場面で浮上していたのである。第7章、最晩年の国民の祖母としての再評価。19世紀末、ビクトリア女王はその姿を国民からほとんど見ることのない陰性の君主から、やがて国民の祖母という象徴的存在へと再浮上していく。これは単なる高齢の女王に対する敬意ではなく、王室が社会の変化とともに新たな役割を模索し、民衆との関係性を再構築した過程を意味している。ビクトリアは1880年代以降、公的行事への登場を徐々に再開し、王室の可視性が再び高まっていく。1887年の即位50周年ゴールデンジュビリー、そして1897年の即位60周年ダイヤモンドジュビリーでは、ロンドン市街に数百万の民衆が集まり、王室への忠誠と愛着が可視化された。これらの行事は、帝国の一体感と王政の継続性を祝うと同時に、君主の年齢と経験が国家の安定と信頼の象徴として語られるようになる契機でもあった。背景には、産業社会の成熟と大衆政治の台頭がある。1870年代以降、イギリスでは識字率の向上と報道の普及により、民衆の政治的関心が飛躍的に高まり、王室もその支持基盤として国民感情を重要視せざるを得なくなった。ビクトリアは意識的に祖母的存在としての温かみと安定感を演出し、中産階級的倫理を体現する存在へと変貌していく。国際的にもビクトリアはヨーロッパ王室の母のような存在となっていた。9人の子供たちはドイツ、ロシア、スウェーデン、ギリシャなど欧州各国の王族と婚姻関係を結び、ヨーロッパの祖母という異名はこの婚姻外交によって事実上の現実となった。しかしこの血縁網は20世紀初頭の第一次世界大戦において王室間の対立を生む皮肉な要因ともなる。国内世論はこの頃になると、若い世代を中心に王室の形式主義や保守性に対する懐疑も芽生えていたが、ビクトリア自身に対する敬意は揺るがなかった。特に労働者階級や地方民の間では、身近で信頼できる象徴として彼女の存在が根強く支持されていた。王室が直接の政策決定にはかかわらず、あくまで国民統合の象徴として作用するという立憲的役割が定着していく中で、ビクトリアは政治から距離を置くことで信頼を得る君主像を体現していたのである。制度面でも、王室の財政、宮廷構成、王位継承に関する透明性が徐々に高まり、ビクトリア期の王政は近代立憲君主制の定型を整えていく。彼女の治世に完成された象徴君主制は、その後のエドワード7世、ジョージ5世へと受け継がれ、20世紀の大衆政治時代に対応する基礎を築くことになる。現代の視点から見ると、ビクトリア最晩年の評価は極めて多層的である。個人としてはつつましく保守的でありながら、彼女の存在そのものが社会秩序と国民感情を調整する装置として機能していた点が再評価の中心にある。王室の死と公が交錯するその姿は、現代の王室研究においても感情の制度化という重要な理論的テーマとして注目を集めている。1901年1月22日、ビクトリアはバルモラル城で死去した。エドワード7世が王位を継承し、王室は新しい時代へと踏み出していく。だが彼女の名を冠するビクトリア時代は、それ自体が一つの文化的記憶、制度的原型、そして帝国の理念を内包した時間装置として、今なおイギリス史の中で圧倒的な存在感を放っている。今回の動画は以上となります。ビクトリア女王は、単に長期在位した女性君主というだけでなく、イギリス王室が絶対的王権から象徴的存在へと変容していく過程の中心にいた人物であった。彼女の人生には、王室の私的空間と公的制度が重層的に交錯し、近代国家の形成とともに王権がいかに再定義されてきたかという問いが刻まれている。また、家庭、道徳、帝国、感情という現代的テーマの起源を読み解く上で、彼女の知性は極めて豊かな資料庫であり続けている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろ
ろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。